皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は、ドラゴンクエストの人気キャラクター。かわいいスライムナイトを、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。まずは球体からスライムを作ってみますね。マスクツールを多用します。オブジェクト以外をタップ。マスク範囲を反転します。ギズモを使ってスライムの角を持ち上げます。セルマスクは貫通しちゃいますので、マスク解除で削除します。目と口を少し押し込んで、マスクを反転。目と口を別のパーツにしますよ。上部、設定マスクの高さを指定、下の、浮き出しをタップ。マスク使用後は、すべてクリアをタップして削除します。分割ツールでさらに切り分けます。今回も、解像度はすべて300で設定し、リメッシュしますよ。黒目もマスクで指定して、別パーツにしちゃおうかな。次はスライムナイトのヘルメットです。ゴーグルの部分は、設定マスクの、取り出すを使いますよ。そして穴の部分は、設定マスクの浮き出しを使います。頭部の飾りは、チューブツールを使ってみます。滑らかなカーブにしたいので、スプライン曲線を選択します。他のオブジェクトとくっつかないように、スナップオフ。大きさを変えたいので、半径をタップ。編集ポイントを表示します。表面を滑らかにします。序算の数値を大きくしますよ。付け毛は、プロファイルを使ってチューブの断面を編集します。ツイストを使ってひねりを加えちゃったりして、ちょっぴり複雑な口元を作りますよ。分割ツールでカット。切り取った部分も後で使いますよ。セルマスクで指定して、少しだけ押し込みます。切り取ったパーツを半分にカット。シーンの追加から、リピーターのミラーを選択します。
少し角度を編集して、合わせの部分をさらにカットしますよ。組み合わせてみます。こんな感じかな？ヘルメットの下をカットして完成です。ドラッグツールで体を作ってみますね。マスクで指定して、取り出すを選択。これで鎧を作りますよ。肩パッドは、ミラーにします。カットして片方だけ残します。ミラーが正しく機能するように、肩パッドを中心へ移動させます。上部操作の、原点を移動をタップすれば、中心へ移動してくれますよ。では、シーンの追加からリピーターの、ミラーを選択します。これをクローンして、腰につけてみます。しばし、こねこね。チューブツールで腕や足を作ってみますよ。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんか？どうぞ温かい目でご覧くださいませ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブなどをどうぞご視聴くださいませ。球体を編集して手を作ってみます。しばし、こねこね。
球体を編集してブーツを作ってみます。さて今回は、マットキャップを編集して、見た目を変えてみますよ。上部シェーディングから、マットキャップを選択。イメージをタップして、サンプルから選んでいきます。こんなイメージがいいですね。でも、黒い部分が強いかもしれません。ペイントアプリで自分で作っちゃいましたよ。こんな感じ。読み込むをタップして反映してみますよ。なんだかアニメみたいで可愛いスライム。4月19日は、乗馬許可の日です。おめでとう、すべての、乗馬マニア。思えばいろんなものに乗っかってきたなぁ。友達の意見に乗っかって、テストの範囲を予想したり、有名俳優のおすすめに乗っかって映画を見たり、他人の星に乗っかって、レストランを予約したり。その結果は？なんだか暑くなってきたこの頃。日本の暑さだけは、うまく乗り切っていきましょうね。お粗末様でした。